皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日のポッドキャストでは、時計と時間の表現の仕方について話をしたいと思います。皆さんが日本語を勉強していると、最初の方に時間の表し方について勉強するかなと思います。というのも、日常生活で時間について話をすることって本当によくありますよね。例えば、友達と待ち合わせをするとき、レストランの予約をするときなど、もうね、本当によく使いますよね。なので、本当にベーシックなところから、日本人が日常で使うちょっと変わった言い方など、いろんな時計の表し方について話をしたいと思います。ぜひもう知ってるよっていう方も復習を兼ねて聞いてもらえると嬉しいです。はい。まず、すごく基本的なことなんですが、AM と PM のことを何と言いますか？はい。午前。AM は午前と言いますね。PM は午後と言いますね。なので、例えば朝の10時だったら午前10時。で、夜の10時だったら午後10時のように言いますね。はい。で、日本人は、24時間の表記とか、24時間の言い方もよくするんですよね。例えば、朝の10時だったら普通に10時って言って、夜の10時のことを22時と言います。はい。本当にこの24時間の表し方を日本人はとってもよくします。はい。17時とか18時とか、私もよく使います。でもこれは国によっては24時間の表し方をしない国もあるみたいですね。そのような国の人はちょっと難しいというか、ちょっと最初は戸惑うかもしれないんですが、日本語を勉強している方は、ぜひ24時間の表記の仕方にもなれるといいと思います。はい。では、はい。次、いよいよ時計を出しながらどうやって読むか、クイズ形式でやっていきたいと思います。はい。それでは、まず簡単な教科書的なところからいきますね。はい。これを何と読みますか？すごくシンプルなんですけど、10時と言いますね。はい。これを日常生活で10時以外の表現としては、10時ちょうどとか、10時ぴったりみたいに言ったりもします。これは10時を超える、過ぎることもなく、10時より早いこともないっていうのを強調したいときにぴったりとかちょうどを使います。はい。例文を紹介しますね。待ち合わせ場所には10時ぴったりに来てください。みたいな感じで言います。はい。このぴったりの時間っていうのはすごく簡単で、1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時みたいな感じで、もう本当簡単に数字に字をつけるだけで言うことができます。はい。で、12時。12時はちょっとイレギュラーで、正午という言い方もします。はい。あと、深夜の0時は、0時って言ったりもしますが、深夜0時みたいな感じで言うこともありますね。はい。では、次は、この時計、15分、30分、45分は何と言うでしょうか？はい。これもね、すごく簡単です。
日本は英語とかと違ってクォーターみたいな言い方はしないので、普通に10時15分、10時30分、10時45分というふうに、もう10時にその後の分をそのまま数字でくっつけたらその時間になります。でも30分だけちょっとルールが違います。半分の半をつけて10時半ということができます。はい。この10時半も10時30分もどっちも同じくらいよく使う表現です。はい。それでは、ちょっと曖昧な表現に移っていきたいと思います。話をしていて、10時ぴったりとか、10時半のぴったりとか、そういう風な、わかりやすい時間じゃない時もあるじゃないですか。例えば、待ち合わせをしていて、10時をちょっと超えてしまいそうみたいな時に何と言いますか？ 10 時過ぎに着きそう。10時過ぎに着きそうみたいに言います。過ぎ。はい。10時を超えることを過ぎと言います。だいたい10時過ぎでイメージする時間は10時1分から10時15分ぐらいかなと思います。10時過ぎって言われて10時半になったらちょっと遅れすぎかなって私は思ってしまいます。これはね、本当に人によって考え方が違うので、はい、曖昧な表現ですね。では、10時より前の場合は何と言いますか？これは単純に10時前と言います。これも10時前に行くねって言われたら、だいたい9時45分から9時59分ぐらいをイメージします。はい。9時半だとちょっと早いすぎるかなっていう感じがします。はい。こんな感じで、本当に日本の時計の読み方ってそんなに難しくないかなと思います。で、この話をしようと思った理由の一つに、最近ちょっとトリッキーな時計の読み方があるっていうことを知ったんですよ。ここからはもうちょっと雑談になるんですが、皆さんは10時10分前って言われたら何時を想像しますか？ 10 時10分前。私はね、もう30年以上の人生で9時50分だと思ってきたんですよ。当然のように、10時10分前って9時50分でしょって思ってきたんですけど、なんか日本人の中には、これを10時10分の少し前、だから9時8分とか9時7分とか、それぐらいって思っている人がいるらしいです。ちょっとね、この驚きが、外国の皆さんに伝わるかわからないんですけど、そうなんだ、みたいな、思いました。はい。最近の若者にそういう人が多いみたいですね。なんでそうなったかはわからないんですが、はい。だから10時10分前とか、10時5分前とか、そういう言い方をするときは、ぜひ皆さんも気をつけてください。それは9時55分ですかとか、9時、10時ちょっと過ぎた10時3分とかの話ですかみたいな感じで、具体的に時間をクリアにしないと、たくさん待ったり、人をたくさん待たせたりすることになるかもしれないです。はい、気をつけてください。では、今日はこんな感じでいろいろな時計とか時間の話をしました。ぜひ面白いと思ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。
そして私はペイトリオンというフォーマットでメンバーシップを行っています。このメンバーシップでは私のエクストラのポッドキャストもたくさん配信しているし、この今 YouTube で作っているコンテンツのトランスクリプト、あとはオーディオ ebook で簡単な朗読もやっていたり、本当にたくさんのコンテンツがあります。ぜひぜひ私のペイトリオンのページを皆さんも見てみてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。